ね、チョコじゃないんだよ。きなこ、ココナッツきなこ。みんな信じられますか？今大豆をいった粉がこうなっちゃってるんですよ。皆さんこんにちは。きなこスペシャリストのせいこです。このチャンネルはきなこ好きである私が今日のきなこなんかを身につけながらきなこの可能性を探求したり、その過程を皆さんにお見せしていくという類まれなるきなこ専門チャンネルとなっています。見てくださって本当にありがとうございます。今日は簡単きなこクッキングをやっていきたいと思うんですが、ちょっと季節を意識してます。今日はきなこを使ってチョコを作るんですけど、題して嘘、チョコじゃないの？違うよ、ココナッツきなこだよというものを作りますね。もうすごいメニュー、これ作るんですけど、これじゃん、さっき作ったね、これ全部チョコじゃないんですけど、ココナッツきなこなんですけどっていうものなんですね。どんなきなこを使って、こんなきなこを使って、こんなきなこ、ちゃんときなこ、こんなものを使ったんですけどもね、こういう見えます？ここ焦がし系のね、かなり深入りしたきなこって最近売られるようになったかと思うんですけど、これもねネットで購入できるのでリンクをつけておくんですけど、私がマツコの知らない世界で紹介したきなこも結構深い入りですよね。あれを使ってこんなほんとチョコみたいな美味しい味が作れます。これは実は私が作ったレシピではなくて、このちゃんときなこを作られたちゃんと本舗さんってところがね開発されているんですよ。でしかもその楽天のリンクにも書いてあるので、皆さんお試しいただけるものなんですけど、これすっごいレシピだと思いますから簡単作ります。用意するのはこれです。3つだけ、焦がしきなこ、ココナッツオイル、そして蜂蜜、この3つだけ混ぜるだけで作れます。正直私いらないけどちょっと喋らせていただきますねまずきなこ、これは今日はもちろんこの焦がしきなこを使ったけど、普通のきなこでも本当に美味しいのができるから。でも今日はチョコもどきだからこれ使いますけど、やんないでしょ、びっくりしますからね食べれないね、やった方がいい本当に。そしてココナッツオイルはね、この寒い時期こんなになって固まってるんだけど、これをレンジで1分くらい溶かしてこんな風にリキッド状にします。ココナッツオイルはいいんですよね。コレステロールを下げたりとかね、なんだっけ脂肪燃焼効果もあるんだから、結構積極的に私も使っています。いいやつ使ってくださいね。美味しいやつ。そして蜂蜜ね、もう砂糖使わずやります。これを混ぜるだけですね。じゃあココナッツオイルの中にこのきなこをいきますよ。もう1分で作る。もうさーってわからないと思うけど、めちゃめちゃ粒子が細かいからすぐ溶けます。そうしてこの蜂蜜も入れて混ぜてあげるって、それだけの話なんですね。はい、いいかい？こうやって混ぜていきます。見えるかな？あなたたちの思うきなこではないと思うね。でもこれはびっくり仰天の味です。いいね、こんな風に混ぜていきます。よくツヤを出してあげたら、あとは型に入れて冷やして固めて好きな形にするだけなんですけど、ほらこの照り分かりますか？もうチョコレートなんですけどね、びっくり綺麗でしょ。そうしたらこれを型に入れるんですけど、どんな型でもいいんですけどね、私は結構タッパーを使いますが、今日おすすめなのはこれ大根おろしのね、受け皿100円とかで売ってるやつなんですけど、私これ結構使います。なぜかというと、いろんなタッパーってここに模様があったりするじゃないですか。それが邪魔だから私はこれを使っていますが、これにラップを敷いてあげる。そうして型に流しますと、いいね、あらららら流します。ラップもね、角っこきっちり空気が入らないように敷き詰めると後で綺麗になります。どうせこの端っこの方は後で切り落として味見用に使いますから、それ一番重要ですからね。ということで、よし、入れました。はい、いいね、こんな感じで入れたら
ね、冷蔵庫で3時間くらい冷やします。それで切って終わり。じゃん、できました。固まったね。あとはこれを好きな大きさに切って終わりなんですけど、きな粉につけて終わりにしましょう。かっこよくなるからね。じゃあ早速切っていきたいと思います。ココアじゃないんですよ、きな粉。そんな時代ね、もう時代はきな粉なんですからわからないと思いますけど、切りますそういうことで、じゃあこのきな粉をゆっくり、はいね、こんな感じで出ましたね。チョコじゃないんだよ、きな粉、ココナッツきな粉。ロロ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 ね、ラップをゆっくり剥がすと、でラップのこの跡がついちゃってるじゃないとか思うかもしれない。だけれども大丈夫。なぜならきな粉のパウダーにまぶしますから、何事もなかったかのようになります。いいね。それでもう好きな大きさに切っていただければいいと思うんだけど、割れた感じもかっこいいので、結構割れやすいから気をつけてほしいんですけど、今日は 1.5 センチ角くらいにしようと思います。ちょっと集中させていただきますので喋りません割れたところを食べますね。信じられる？チョコきな粉なんですけどね、何回も言ってるんですけど。でこのきな粉の海に氷菓子投げます。結構割れやすいんだけど、そこがまたほら見て見て、ここがまたいいんですよ。ナチュラル風でしょ。だってナチュラルなんだもん。香料とか全く入ってないんですよね。乳化剤とか市販のチョコにどれだけ入ってることか、あの滑らかさを出そうと思っていいんですけどねはあ、こういうところは食べよう、これは私が後で食べます。別にこんなに入れなくてもよかったはい、こんな感じで全体的にまぶしてあげてね、ちょっといい感じで盛り付けて完成です。やったね、完成。アレンジは無限大ね。さっきのココナッツきな粉をベースとしていろんなアレンジができます。例えばドライフルーツを使ったりとか、ココナッツロング、こういうのね売ってるですよねめちゃめちゃ合いますから、ちょっとやってみせますね。さっきのきなこソースにきなこソースっていうかね、チョコきなこにこんな風にね、今日はマンゴーにしてみましたよ。こんな風につけて、こんな風にね、キッチンペーパー敷いてこんな風にかけときます。これをまた固めさせるだけ。おしゃれでしょ、おしゃれね。どうなっちゃうのかしら、楽しみねこんな感じでつけてきます。めちゃめちゃ美味しい、びっくり美味しい。売ってるみたいじゃないしね、かっこいいということなんですけど、もちろんナッツとかでもできるんですよ。アーモンドとかね、好きなナッツ何でもいいよ。お好きなのあるでしょ。私アーモンドが好きなんですけどね。こんな感じでやったりとか、あとさっきのベースにねこれを入れてもいいし、ちょっとこんな風にあらお化粧しちゃったりなんかしてどうしましょう。どうするのこんな感じで固めさせると、これもね2時間くらい待って食べましょう。はい、それっぽく盛り付けてみました。こういうのお得意な方お任せします。私はそんなに得意じゃない。わかるね、わかります。私は食べるために盛り付けた、それだけ。でも本当にね美味しいんですけど、何からいこうか。もう1個食べて終わりにしますね。あとは皆さんお作りください。これ信じられるねえ食べます。チョコレートです。チョコレートだし、完璧な味なんですね。もうダークだし、なんかもうカカオの美味しい味がとか言いそうなんですけど、
カカオ一切入ってない大豆。みんな信じられました？今大豆をいった粉がこうなっちゃってるんですよ。ココナッツオイルと蜂蜜と出会っただけで、それをね、マンゴーなんかにかけられて、ココナッツなんかと合わされて、南国の味っぽくやってるんですけど、豆なんですけどね、イソフラボンがたくさん入ってる豆なんですけど、どうしてきな粉ってすごいなもうずっと喋れそうなんですけど、全部カットしそうだからもうやめようかな。で皆さんこれね、一応、すごくてバレンタインの時期にやっていました。でもこれから皆さん作るわけじゃないと思うんですね。でもよかったらね、ホワイトデーのお返しに考慮してみてね。これチョコじゃないんだから、年がら年中いいんだよ。いいかい？ぜひやってみてほしい。私はきっとこれたくさんの人が作ったりはしないと思う。このきな粉は結構そんなにどこでも買えるものではないですからね。だけどこのレシピはすごいと思ってるから、いつかこれがすごいって脚光を浴びた時に、これはちゃんと本舗さんが作ったんだよってことを私は声に出して言いたいそれでやってみました。本当にすごいから、すごいんだから、ぜひね、人生1回なんだから1回食べてみた方がいいと思う。大豆の可能性を知ります。そういうことで出過ぎたまねを今日はやめますね。皆さん見ていただいてありがとうございます。365日いつでもやってみてくださいじゃあね、バイバイ、ありがとうございます。